監督、脚本、そしてプロデューサーでもいらっしゃいますロバート・バトロー監督です。どうぞ。そしてプロデューサーのジェニファー・ジョナスさんです。どうぞ。そして作曲編曲のデビッド・ブレイドさんです。どうぞ。ロバートさん、皆さんもう、本当にしびれる、作品を東京のコンペティションに、持ってきてくださったことに本当に感謝いたします。会場の皆様にまずお一人ずつご挨拶のお言葉を頂戴できますでしょうか。So once again, everyone, thank you for bringing such a wonderful film to our competition section of our festival. We'll start off with a word from each of you about the film. Well, I'd first off like to thank the Tokyo Film Festival for having us here. It means a lot to have this Chet Baker movie here. Chet Baker was quite big in Japan, played a lot of famous concerts here, and so it feels very good to be here with the movie and our star Ethan Hawke. はい、まずは、東京国際映画祭に、我々の作品をお招きいただきまして誠にありがとうございます。今回そのチェット・ベイカーを描いているわけですけれども、日本でも非常に有名なミュージシャンでいらっしゃいまして、日本でも数々のコンサートをやられているミュージシャンなだけに、この作品を携えてやってこられたことを大変嬉しく思います。主演のイーサン・ホークさん、ぜひ日本に来たいとおっしゃっていたんですけれども、残念ながら、ちょっとスケジュールの都合で、来られませんでした。今日の Q&A で皆さんの反応、そして質問をぜひお聞きしたいと思っています。ありがとうございます。続きましてプロデューサーのジェニファー・ジョナスさん、お願いします。So yes, we are very proud and grateful to be here in Tokyo and in competition. And as Rob said, Chet Baker was very well known here in Japan. And Ethan Hawke also is very fond of Japan and sorry that he could not be here. And I'd like to also mention our female star, Carmen Ejogo, who plays Jane and Elaine in the film, who is also very proud of the film and wishes she could be here with you as well. まず、この作品、東京へお招きいただきまして非常に誇りに思っていますとともに、感謝しております。コンペティション部門に、選定してくださいましてありがとうございます。先ほど監督もおっしゃられていた通り、チェット・ベイカー非常に日本で、広く知られている、ミュージシャンですので嬉しいです。主演のイーサン・ホークは本当に日本が大好きで、日本に来られないことを非常に残念がっています。それと、エレインさんとジェインさんの役を兼ねていらっしゃる、カルメン・イジョゴさんも、ぜひ日本に行きたいとおっしゃってたんですけど残念がっていました。ありがとうございます。そして、ジャズピアニストでいらっしゃって、作曲家でいらっしゃいます、デビッド・ブレイドさんです。お願いします。はい、こんにちは。I just again on behalf of us, I would like to thank the Tokyo Film Festival specifically because, well, as was mentioned, I'm a jazz pianist and I've performed in Japan many times and many other places in the world, but I've always experienced the very, very best audiences in Japan. For some reason, which I love, Japanese audiences really appreciate jazz music so much and are so knowledgeable. So the fact that we have an opportunity to present this film here, I think is very special. So thank you so much. まず、他の皆さんも代表して、東京国際映画祭にお招きいただきまして誠にありがとうございます。今ご紹介いただきました通り、私はジャズピアニストをやっておりまして、日本でも、数多く、コンサートをやらせていただいていまして、他の、世界各国回っているわけですけれども、日本の観客は特に本当にそのジャズに対する感度、知識おありだと思っているので、こういう映画を日本に持ってこられて非常に嬉しく思います。ありがとうございます。ちょっと私から1問目をお伺いしたいんですけれども、監督は、過去にチェット・ベイカーが亡くなった時のエピソードを映画化にされています。それでまた今回チェット・ベイカーを、扱われたということで、もう相当なファンだと思うんですけれども、この期間のチェット・ベイカーの、時期を映画にしようというのは前回
回の作品を作った時からもう思ってらっしゃったのか、それともやっぱりもう一本作りたいと思われて作られたのか、そこら辺をお聞かせいただけますでしょうか。Well, I've always been a huge fan of jazz. The very first movie I did was a jazz film with David Braid, my first film out of film school. And I was attracted to this year in Chet Baker's life because I thought it was a very sympathetic year for him, and I love the idea of telling a comeback story and a love story. もともと僕はそのジャズがとっても大好きで、一番最初に学生時代に作った最初の作品も、こちらにお座りのデビッドさんと一緒に作ったんですけれども、やっぱりこれもジャズ映画なんですね。それで、チェット・ベイカーに関して言うと、なぜこの時期を描こうとしたのか、それはですね、非常にそのチェット・ベイカーに共感できる時期、また一つのカムバックストーリーでもある、そしてラブストーリーでもあるということで、例えばそれ以降の晩年は例えばブルース・ウェバーの「レッツ・ゲット・ロスト」などでも描かれていますし、50年代は非常にその成功を謳歌していた、有名だった時代なので、そこら辺は皆さん知っているわけですけれども、今この映画で描いている時代というのはあまり広く知られていないので、あえてこの時代にしました。ありがとうございます。もう一問基本的なところなんですけれども、やっぱりイーサン・ホークさんはどの時点からこのプロジェクトに関わるようになったのか、そのいきさつを教えてください。Well, we were very fortunate that Ethan Hawke was filming another film in Toronto, and also we knew that he had an interest in the subject of Chet Baker, and also, as you may know, he looks quite a lot like Chet Baker. And so Rob was able to start working with Ethan quite early, and in fact what we did with David's help is we filmed the recording of the music 6 months prior to the filming of the film. イーサン・ホークさんはたまたまそのトロントで別の作品の撮影をしていたところだったので、そういう意味では我々とてもラッキーだったんですけれども、同じ町にいたんでね、チェット・ベイカーの役には前から興味を示しているということも、知っていました。なのでちょうど良かったわけですね。それとルックスも非常にチェット・ベイカーに似ていますよね。ということでイーサン・ホークにはこの企画の、最初の段階、かなり早い段階から乗ってもらいました。で、幸いのことにその音楽をだいぶ前もって手掛けることができたんですね。撮影開始の6ヶ月前から、手掛けておりまして、でそのおかげで、そのイーサン・ホークもそのトランペットの、その指使いだとかを、6ヶ月間かけてみっちりやってくれたわけですよ。6ヶ月間っていうとそんなにね長い期間ではないように思われるかもしれませんが、映画の制作の中ではかなり贅沢な時間なんですね。6ヶ月も取れるっていうのは、なのでそういった非常にラッキーな部分もあって、こういういきさつになりました。でちなみに言うと今、これは皆さんご存知だと思いますけど、イーサン・ホークご自身で、歌はご自身で歌われています。はい、ありがとうございます。それではいかがでしょうか。ご感想やご質問をお伺いしていきたいと思いますけれども。ありがとうございました。ジャズ映画ジャズが結構好きでジャズ映画いっぱい見てるんですけど、ジャズの映画の歴史に残るような素晴らしい作品だと思いました。先ほど矢田部さんが質問された内容と被るかもしれないんですけれども、イーサン・ホークが役作りでどういうことを工夫されたのか、監督とそういった役作りに関して、どういったお話をされたのかをお聞かせいただけないでしょうか。I, being a jazz fan myself, I've seen a lot of jazz films, and I think this is one that will go down in history as a jazz film. It was wonderful. My question is, again, this is about Mr. Ethan Hawke's approach to So Ethan had previously developed a Chet Baker movie with Richard Linklater, his director from Boyhood, about almost 15 years earlier. And so when we approached Ethan, he was kind of as passionate and as obsessed with Chet Baker as I was. And so in Ethan, I found a real partner who helped collaborate on the script, who was very interested in trumpet lessons and vocal lessons, and who was just so passionate and into the project and curious about learning about jazz and about Chet Baker stories.
So, for example, in the morning he would shake hands with all the extras. He would make a point the night before when the actors were arriving to meet with them. He very much felt like he was one of the hosts, if you will, of the whole experience. And I think you can feel that. イーサンはですね、実は、ボーイフッドの、監督でも、一緒に組んでいるリチャード・リンクレーター監督、とそのチェット・ベイカーの映画をやろうという企画が実は15年前にあったんですね。でということで、そのチェット・ベイカーに対しては、僕と同じぐらい、夢中で、ものすごいこう愛している、大好きだっていう、気持ちでいてくださったわけですね。それでなので脚本の執筆していく上でもコラボレーションしてくださいましたし、トランペットのレッスンだとかボーカルのレッスンに対しても非常に意欲的に、取り組んでくださいました。ジャズに関しても、チェット・ベイカーのそのいろんな逸話に関しても、意欲的に学んでくださいました。で、俳優として素晴らしいのは言わずものなんですけれども、ルックスも非常に似てるっていうのもありますけれども、また音楽のセンスも非常に終わりだというのは分かりますけれども、何よりも情熱的にこの作品に取り組んでくださったというのは、これは映画を見たご覧になった皆さんもお分かりになるのではないでしょうか。それでプロデューサーから、現場でのイーサンも非常に意欲的でして、例えばエキストラでやってくる皆さん一人一人と握手をしたりだとか、その他のギャストが、現場へやってくると、事前に、必ず打ち合わせをさせてほしいというふうにお願いをされたりだとか、その制作側で、いるという、そういう意識で、取り組んで、くださったようです。この映画の中に出てくるチェット・ベイカーのお父さん役の役者さんが前の監督の作品でチェット・ベイカー演じてるんですよね。ですからすごく親子もチェット・ベイカー俳優同士で似てるっていうのが面白かったんですけれども、彼らの間でチェット・ベイカー論みたいなのも戦わせたんでしょうか。So the actor who plays Chet Baker's father plays Chet Baker in your earlier film, and so there must have been a lot of discussion about the Chet Baker between Ethan and the actor who played his father. Yes, Stephen McCaddy, who is a Canadian actor, I always felt, as soon as I knew I was going to do the feature film, I wanted Stephen to play the father, and he did a great job in the short film playing Chet Baker when he was 58 years old in the hours before his death, and so it made sense, and I think him and Ethan got on, and I think people have really responded to the way that he's very believable in that role. このチェット・ベイカーの父を演じている俳優スティーブン・マクハディというカナダの俳優なんですけれども、その前に撮ったその短編の方で58歳当時のチェット・ベイカー、つまり、チェット・ベイカーが死ぬ数時間前を演じているわけですね。だから父親役はこの長編を撮るということが決まった時に父親役にはぜひスティーブンをと思ったわけですね。で非常にそのイーサンとのケミストリーもなかなかいい感じを醸し出していて、うまくいっているのではないでしょうかと思います。親子のシーンは素晴らしかったと思います。はい、続きましていかがでしょうか。はい、それではこちらの最前列の、女性のお客様にマイクを、すみません、長い距離、そちらにいましたね。はい、お願いいたします。Tokyo Borderless TV